ということで、ここからは、綺麗な円を描くためには、具体的にどのような描き方をすればいいのか、僕なりの練習方法を2ステップに分けてお話ししていきたいと思います。まず1つ目の練習方法ですが、手首の返しで描ける範囲の比較的小さな円を綺麗に描くための練習方法からご紹介していきたいと思います。まずは下準備として、円定規ツールでお手本となる正円を描いておきます。アナログの人はコンパスを使って円を描いてみてください。次に、その円にぴったり接するように正方形を描きます。その正方形の角から対角線を引いて、さらに中心を通るように縦と横の線を引きます。これで練習用の土台が完成しました。それでは、この土台を使って円の練習をしていきたいと思います。土台の上に1枚紙を重ねたら、下の薄く表示されている円をなぞっていきましょう。まずは1回のストロークで45度くらいまで線を引く意識で書いてみましょう。1回線を引いたら紙を回転させて自分の引きやすい角度に合わせてから次の線を引くようにすると綺麗に書けると思います。線のつなぎ目が綺麗につながらなくても後から修正すればいいので今は気にしません。綺麗な円がどういう形かを手に覚えさせるつもりでなぞっていきましょう。こんな感じで書けたかと思います。つなぎ目など気になる場合は最後に修正していきます。注意点として線を引くときに直線的になってしまう人がいます。こんな感じで直線的に線を引いてしまうと、綺麗な円ではなく八角形のような形になってしまいますので、円のカーブを意識してなぞるようにしてください。それではもう一度書いてみましょう。手に正円の形を覚えさせるつもりで、ゆっくり丁寧になぞっていきます。手首の返しで線が引きにくいと感じたら、紙を回転させて書きやすい角度に合わせてなぞっていきましょう。こんな感じになりました。これを繰り返してある程度できるようになったら、次は1回のストロークで4分の1まで線を引いてみましょう。先ほど同様、1回線を引いたら紙を回転させて書きやすい角度に合わせて次の線を引くようにします。長いストロークは最初は難しいかもしれませんが、慣れれば綺麗な線が引けるようになると思いますので、この動画を見ながら何度も繰り返し練習してみてください。円の形が分かってきたら次の練習に進みましょう。同じ土台を使って今度はこんな感じで円と直線が交わるポイントに印をつけていきます。そして土台の部分の表示を消して今つけた印を目安に円を描いてみましょう。アナログの場合は紙を重ねて印をつけてそれを下敷きに描いてみてください。今度は下に円の補助線がないので円の形を想像しながらカーブを描いていきます。ポイント同士を結ぶ線のカーブが円の軌道になっているか意識しながら描いていってください。こんな感じに描けましたね。これも慣れてきたら補助線の数を減らして描いてみましょう。8個あったポイントを半分の4つにしてみます。先ほど同様、ポイントからポイントまでの円の軌道を意識して線をつないでいきます。書き上がったら今度は補助線を表示して今書いた円にズレがないかを確認していきます。土台の円とズレているところは赤ペンで直していきます。これをやることで自分が円を描くときどういった癖があるかが確認できると思います。もう一度やってみましょう。円のカーブを意識してポイントからポイントまで1回で線を描くようにします。
こちらも先ほど同様土台の円を表示して歪みを確認してみましょう。こんな感じで修正しながら書くことで自分の癖が把握できるようになりますので、何度も確認しながら書いてみてください。ある程度書けるようになったら、今度は手首のスナップだけで大きい円にも挑戦してみましょう。大きい円に関しては最初は難しいかもしれませんが、徐々に大きさを大きくしていくことで、これくらいのサイズの円だったら手首のスナップで書けるようになると思います。次は、ステップ2。1回で綺麗な円を書く練習をしていきましょう。先ほど同様、円定規ツール、もしくはコンパスを使って大きめの円を土台として書いておきます。今度は1回でその土台の円をなぞっていきましょう。手首のスナップで書くやり方では1回で書けないと思いますので、線を引くときに腕全体を動かすように書いていくのがポイントです。最初からうまくは書けないと思いますので、何回か腕全体で書く書き方を練習してみてください。慣れてきたら土台の円を少し薄めにして書いてみましょう。これだけでも結構難しくなると思います。何回も書くことで腕が徐々に円の書き方を覚えてくると思いますので、最初は難しいかもしれませんが、感覚がつかめるまで何度も練習してみてください。もしどうしても1回で書くのが難しい場合は、こんな感じで4分割して書いていってもいいと思います。この時、手首のスナップで書かずに腕全体を使って書くことを意識してください。今度は土台の円を非表示にして感覚を頼りに1回で円を描いてみましょう。円が描けたら紙を回転させて円の歪みを確認していきます。歪んでいると感じる部分があれば修正していきましょう。そして先ほど描いた円の土台を表示して今描いた円と大きさを合わせていきます。正円に対して歪んでいる部分がある場合は先ほど同様赤ペンで修正していきましょう。もう一度描いてみます。土台の正円を今描いた円の大きさに合わせてみましょう。今度は右上の方が歪んでしまっていますね。また、こんな感じで極端な歪みが出てしまう場合もあると思いますが、そんな時の対処法もご紹介しておきます。例えばこの場合、円が右上に向かって歪んでしまっていますよね。こんな時は、あえて真逆に歪むように意識して円を描いていきます。このように反対方向に歪ませて書くことで手癖の矯正が期待できるんですよね。何度か書いてみたら、もう一度綺麗な円を意識して書いてみましょう。さっきの歪みが改善されているのではないでしょうか。今回ご紹介した練習方法を繰り返すことで、手癖や書き方を矯正して綺麗な円が描けるようになると思いますので、円を描くのが苦手な人は一つの参考にしていただければと思います。
ここで大切なお知らせ。実はこのチャンネル登録をしていない人の視聴時間が 59%、チャンネル登録をしていない人の視聴回数が308万回もあります。チャンネル登録をしておくともっと絵が上手くなるための有益な情報がいち早く受け取れますので、今回の内容が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方もお願いします。また、ヒデチャンネルオンラインサロンでは平日毎日ライブ配信でお絵描き講習やイラスト添削をやっております。もっと絵が上手くなりたい人やお絵描き仲間が欲しい人は概要欄のリンクからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。